ベンダーが不当値上げ要求してきたからマルチクラウド化で完全論破した結果、移行は技術的に不可能だよ。5分で移行完了したけど。これは俺がベンダーの不当な値上げ要求をマルチクラウド化で完全論破した話だ。俺は30歳のインフラエンジニア。老舗の製造業で社内システムのインフラ全般を担当している。基幹システム、 EC サイト、社内ポータル、全て俺が一人で運用してきた。7年間大きなトラブルもなく安定稼働させてきた自信があった。インフラエンジニアか。一人で全部やってるのすごいな。うちの会社は創業50年の老舗で、従業員は800名ほど。 IT システムは全て X クラウドというベンダーのクラウドサービス上で動いていた。年間の利用料金早く1億円。まあ妥当な金額だと思っていた。そんなある日のこと、 X クラウドの営業マネージャーが突然アポなしで会社に来た。いやー、お久しぶりです。契約更新の件でお話がありまして。はあ、契約更新ですか。まだ3ヶ月先ですよね。ええ、それがですね、来月から料金体系が変わりまして、年間3億円になります。はあ、3億円。今の3倍じゃないですか。ええ、サービス向上のためですので。サービス向上って何ですか。何か新しい機能でも追加されるんですか。いいえ、特に機能追加はありませんが、市場環境の変化に伴う価格改定です。それただの値上げじゃないですか。そんな一方的な値上げは承諾できません。では、他社に移行されますか。それも検討します。ふふ、そうですか。ただし、移行は技術的に不可能ですよ。不可能ってどういうことですか。自社のシステムは当社独自のアーキテクチャで構築されています。他社クラウドへの移行にはシステムの全面的な作り直しが必要です。費用は最低でも5億円、期間は2年以上かかるでしょうね。それに契約を解除した場合、データの引き渡しは行いません。データを渡さないって、それは。契約書の第15条に明記されています。契約期間中のデータは当社の管理下にあり、解約時の引き渡し義務はないと。そんな。つまり移行しようとすれば自社のシステムは全て停止します。 EC サイトも基幹システムも全部ストップですよ。1日停止すれば数千万円の損失。2年間の移行期間中ずっとですからね。損失額は数十億円になるでしょう。これはひどい。完全にベンダーロックインじゃん。脅迫じゃねえか。ですから素直に新しい料金で契約更新していただくのが賢明かと。少し考えさせてください。ええ、じっくり考えてください。ただし返事は1週間以内に。それではよろしくお願いしますね。営業が帰った後、俺は頭を抱えた。年間に億円の値上げなんて会社の利益を大きく圧迫する。でも移行は本当に不可能なのか。俺は早速上司部長に報告に行った。部長室に入ると52歳の上司部長が椅子に座っていた。なんだ、どうした。 X クラウドから契約更新の話が来ました。年間3億円に値上げするそうです。ああ、それな。ご存知だったんですか。当たり前だろ。先週営業マネージャーから連絡があった。なぜ教えてくれなかったんですか。どうせ受け入れるしかないからな。受け入れるって年間に億円もの値上げですよ。他社への移行を検討すべきです。移行できるわけないだろう。やってみないとわかりません。俺が調査して移行計画を立てます。ダメだ、余計なことはするな。なぜですか。お前のスキルじゃ移行なんて無理だ。失敗して会社に損害を与えたらお前の責任になるぞ。でもいいから黙って X クラウドと契約更新しろ。それが会社のためだ。部長も癒着してるんじゃねえの。怪しいな。その日から俺は密かに調査を始めた。深夜、誰もいないオフィスで俺は部長のメールを調べた。管理者権限を使えば閲覧できる。そして見つけてしまった。 X クラウド営業から部長へのメール。件名、今年度の謝礼について。部長、いつもお世話になっております。今年度も契約を継続いただき、例年通り500万円を指定口座にお振り込みいたしました。年間500
していたのか。完全に癒着じゃん。最悪だな。ワイ人罪だろこれ。さらにメールを遡って調べると、過去5年間毎年500万円が部長の個人口座に振り込まれていた。合計2500万円の不正収入だ。証拠をすべてスクリーンショットで保存した。翌日、俺は部長に再度進言した。部長、やはり他社への移行を検討すべきです。 AWS や Azure なら半額以下でできます。しつこいぞ。移行なんてできるわけないだろ。余計なことをするなと言っただろ。もし勝手に動いたら懲戒処分だからな。わかりました。表面上は引き下がったが、俺の決意は固まっていた。その夜、自宅で妻に相談した。でも、懲戒処分になったら、大丈夫だ。俺には技術力がある。必ずマルチクラウド化を成功させる。あなたなら、きっとできるわ。いい妻だな。一致頑張れ。そして、俺は本格的な準備を始めた。まず、現行システムの完全な分析から始めた。X クラウド固有の機能依存を洗い出し、すべてをクラウドネイティブに書き換えた。テラフォームでインフラをコード化。これならどんなクラウドでも動く。テラフォーム、すげえ。 IAC か。これは強い。次に Kubernetes でコンテナ化。これで完全なポータビリティを実現。さらに CI/CD パイプラインを構築。デプロイは完全自動化した。毎晩深夜2時まで作業を続けた。休日もすべて準備に費やした。 AWS、Azure、GCP の3社に見積もりを依頼。すべて個人名義で依頼した。部長にバレないようにするためだ。当社なら年間4500万円で可能です。Azure なら年間5000万円です。 GCP でしたら年間4800万円でご提供できます。どれも現行の半額以下。 X クラウドの3億円と比べれば年間2億5000万円以上の削減だ。2億5000万円の削減。これは会社にとって大きいな。実際の移行リワーサルを開始。テスト環境で何度も練習した。 X クラウドから AWS への移行、100回以上のテストを繰り返した。そしてついに完成した。ワンクリックで5分以内に移行完了。ロールバックも1分で可能。完璧だ。5分で行こう。ベンダーが言ってた2年は何だったんだ。一致の技術力すげえ。最後に100ページの報告書を作成した。技術的実現性の詳細、3社の詳細な見積書、コスト削減額の試算、リスク分析と対策、そして最も重要な証拠、部長とベンダーの癒着の証拠、メールのスクリーンショット、銀行振込記録、高級料亭での会食記録、すべて揃えた。そして社長に直接メールを送った。件名、重要、クラウド契約に関する緊急提案、年間2億5000万円の削減が可能です。詳細は添付の報告書をご覧ください。9、役員会議の開催をお願いします。30分後、社長から返信が来た。すぐに呼んだ。これはすごいな。明日緊急役員会議を開く。君も出席してくれ。了解しました。来たー。いよいよ決戦だな。ベンダー様。翌日、役員会議室に役員全員が集まっていた。社長、常務、部長、そしてベンダーの営業。本日中にご契約いただきたく。そうですね、早く決めましょう。その前に1分の提案を聞こう。何の提案ですか？では、説明させていただきます。こちらが報告書です。X クラウドからの移行により、年間2億5000万円の削減が可能です。ちょっと待ってください。移行は技術的に不可能だと何度も説明したはずです。そうです。移行など無理です。では、実際にお見せしましょう。今からこの場で AWS に移行します。今からまで勝手なことをするな。いや、やってもらおう。では、このボタンを押すだけです。移行開始。データベース移行完了。アプリケーションサーバー移行完了。ストレージ移行
おお、6人内にリポーさんで、一致かっけー。こちらがモニタリング画面です。全システムが正常に稼働しています。そんなはずは。データの整合性か。こちらが検証レポートです。全データの整合性を確認済みです。パフォーマンスは。 X クラウドより 20% 高速です。そんな。素晴らしい。実に素晴らしい。さらに重要な報告があります。部長と X クラウドの移植について何を言っている。過去5年間毎年500万円が部長の個人口座に振り込まれています。合計2500万円のリベートです。こちらが証拠のメールと振り込み記録です。これは違います。これはそれは。委任罪だ。部長、お前は即刻懲戒解雇だ。リベート2500万円は全額返還、さらには委任罪で刑事告訴する。そんな。そして X クラウド、契約は即刻解除する。不当な値上げと脅迫の件で損害賠償請求も検討する。君を情報システム課長に命ずる。年収差800万円だ。さらに特別ボーナス400万円を支給する。ありがとうございます。これからは君に全てを任せる。部長は懲戒解雇され、リベート2500万円を全額返還、さらには委任罪で刑事告訴された。妻には離婚され、IT 業界での再就職も絶望的だそうだ。X クラウドは契約解除に加えて不当な値上げと脅迫の件で損害賠償請求を受けることになった。俺は課長に昇進し、年収800万円から800万円にアップ、特別ボーナス400万円を支給された。そして何より年間に億5000万円のコスト削減で会社からの部長表彰を受けた。あなた、本当にすごいわ。技術力があれば戦えるんだ。それを証明できてよかった。虫をついエンダー様、悪徳上司も消えて一石二鳥。昇進おめでとう。年収アップも羨ましい。これぞスパットだな。技術力が全てを証明した。最後まで呼んでくれてありがとう。面白かった。また連れ立ててくれよ。ボスでした。